はい、今回ですね、以前の動画で、MN78 にですね、ポータルアクスルをつけようとしたんですが、ドライブシャフトの、サイズが合わずに断念したというものがあったんですけども、今回ですね、無事にポータルアクスル取り付けが完了しましたので、そちらの紹介になります。でですね、今回ですね、ちょっとこの後、加工工程と挟みますけども、ドライブアクスルのですね、内径ですね、が、ML78 の場合 4mm なんです。ただ、こちらの、MN の D90 とか、そちらの方用のアクスルですと、アクスル側の、シャフト部分といいますか、そこの径が 3mm になっているので、そこの 1mm を、埋めるという形の、真鍮製のスリーブですね。こういったものなんですけども、外径 4mm、内径 3mm のものを削ってですね、ちょっとスリーブを作成しまして、そちらを、ここにですね、いますかね、ここにかませていると。これによって、3mm を 4mm に変換して、4mm のシャフトに、ちゃんとかませるようになっているという形の、今回改造になります。それでですね、全体で見てきますと、結構車高、前回も紹介したように高いので6センチぐらいあるので、結構やっぱ迫力のあるルックスになりましたね。で、ちょっと今回 MN シリーズ用のタイヤを履かせてみました。で、おそらくですね、結構いい感じにいけてるんですけど、やっぱり切った時ですね、ここが当たりますんで、ちょっとここのバンパー、もうちょっと切るか、この下のグレーのところですね、特に当たってるところ、この辺をちょっと切るかして、対応してこのタイヤ履かせていきたいなと思います。で、後ろもやっぱり結果当たりますよね、ここがね。なんで、ちょっとこの後ろが、フェンダーの後ろ、ここをちょっと斜めにカットするか、もうバッサリここなくすか。っていう形でいってもいいかなと思いますけど、おそらく、ちょっと前と違って、フロントのタイヤと違って、多分この程度の接触でしたら、問題ないかなともちょっと思ってますので、これもちょっと実際に走らせてみて判断しようかなというふうに思います。はい。ですね、ロックスですね。MN のタイヤも2つぐらいは優に超えられそうな感じなんで、結構いい感じですよね、見た目。ちょっとね、10分の1とかでよくある SCX 系の SCX10 のチェロキーみたいなちょっと雰囲気がちょっとあって、結構個人的にはいい感じに仕上がったかなと思ってます。それではちょっと加工の動画を挟んで終わりにしたいと思いますので、こちらをご覧ください。